日本史牧の方の最後。牧の方は夫の北条時政を煽って源実朝を廃して娘婿を将軍にしようと画策したが失敗して北条政子と義時に伊豆へ追放された。牧の方の生涯を詳しく見ていこう。牧の方は駿河の国大岡牧の領主牧宗近の娘として京都に生まれたと言われている。また一説には平清盛の義母池善には宗近の姉で牧の方は姪っ子であったとも言われている。一方の北条時政は伊藤助親の娘と結婚して政子や義時を設けるが妻に先立たれてしまう。大番役で京都に上った時政は領地が近いという縁で政子と同い年の牧の方を後妻にもらい受けた。都育ちで20代と年が若く美しい牧の方に40を過ぎた時政は文字通り首ったけで全て牧の方の言いなりだったようである。3年間の大番役を無事に務め上げた時政は牧の方と伊豆の北条へ帰るが留守中に実家では大変な事件が起こっていたのである。長女の政子が流人の源頼朝と結ばれていたのである。時政は反対したが気丈な政子は頼朝と離れずついには子供までできてしまった。時政は腹を決めて頼朝が挙兵すると源氏方に加担。幸運にも勝利を重ね鎌倉幕府の創設に貢献した。牧の方は時政との間に一男四女を設けるが娘の一人が名門甲斐源氏の平賀朝雅に嫁いだ。牧の方が具体的にその本性を表すのは待望の男の子が生まれてからである。1189年文治5年に初めての男の子北条政範が生まれた時時政はすでに52歳牧の方は30過ぎになっていた。牧の方は朝廷にも顔が広く平賀朝雅の後押しもあって政範は父親の時政や兄の義時よりも早く16歳で守護位下に叙任されている。鎌倉幕府の第三代将軍に就任した源実朝が後鳥羽上皇のいとこ坊門信子を正室に迎えることが決定する。婚礼のために政範を代表にした一行が上洛するが16歳の政範はあっけなく京都で病死する。我が息子政範を北条氏はもとより幕府の中枢に押し上げようと企んでいた牧の方の悲しみは激しかった。政範に同行していた畠山重忠の嫡男重保を逆恨みして畠山親子に謀反の企みがあるとの虚偽の噂を流した。そして夫の時政に畠山親子を誅殺するよう強く迫った。時政は仕方なく義時に畠山氏を討伐するよう命じている。関東武士の鏡と言われた畠山重忠に限って謀反などありえないと義時は反論したが時政は無理やりに征伐させている。しかしこの畠山親子の討伐事件によって時政と義時や御家人たちとの間に大きな溝ができてしまった。北条氏は時政と5歳の牧の方に対して先妻の子である政子や義時そして
阿波の局たちが対立して二つに分裂してしまう。正則という最愛の息子を失い常軌を逸した牧の方は政子の子である実朝を拝して娘婿の平賀朝雅を将軍に就任させようと画策する。実朝の乳母であった阿波の局がいち早くこの牧の方の行動を察知して政子に連絡する。政子が相談した義時は三浦義村と共に実朝を時政邸から救い出し時政に引退を迫った。観念した時政は即日に出家して翌日には牧の方と伊豆へ赴いている。時を移さず執権に就任した義時は京都の御家人に命じて平賀朝雅を誅殺させている。以後目立った動きをしないまま伊豆で約10年間ほどのんびりと暮らした北条時政は1215年建保3年1月6日に逝去した。享年78であった。60歳近くになった牧の方はその後京都へ上り平賀朝雅を亡くして貴族藤原国道と再婚した娘のもとで優雅に暮らしている。北条義時が逝去して北条政子が亡くなってから数年後の1227年嘉禄3年鎌倉の幕府では執権の北条泰時が中心となって北条時政の13回忌が行われた。時を同じくして京都でも牧の方が藤原国道邸で盛大な時政の13回忌を執り行っている。牧の方は法事の後に一族関係者を引き連れた寺院参拝巡りを盛大に繰り広げたという。歌人の藤原定家はその日記「明月記」の中で牧の方の行動を派手すぎると批判している。それはともかく美しさに残忍性を隠し持った牧の方だが最後まで自分の生き方を貫いたのは見事だとも言えるのである。